おはようございます。俊也です。今日の FD レストアはフロントバンパー完成させます。以前の動画でナンバーの取り付け部分のスムージングをしてそれっぽい形にはなったんですけど、パテをたくさん盛らないと形が出なくて結構バンパー重くなっちゃったんですよね。こんだけパテ入ってても塗装してしまえばわからなくはなるんですけど、パテが割れるリスクもあるし、あんまり綺麗じゃない。これを完成品として世に出すのは僕が納得できない。さすがにパテ盛りすぎ。今回は別の作業方法でスムージングをしてもっと綺麗にバンパーを仕上げたいと思います。とりあえず形だけはいい感じにできてるんで、まずはこの状態から型を取ります。養生テープ、そして FRP 貼っていきます。理系剤とかそういうの何も持ってないんで、今回養生テープを代用してます。養生テープはね、パテも FRP も何もくっつかないですよ。で FRP のバンパーを作るみたいな本格的な形を取りたいわけじゃないから、あくまでもこのおおよその形を取りたいだけだから養生テープで大丈夫ですね。テープ貼るとね、表面がデコボコしちゃうから、本当のバンパー作るための型取りだとこれだとまずいんですけどね。とりあえずファイバーを作るための土台作りのためにザーッと塗り込んでいってファイバーを貼っつけます。よいしょ。1枚目を貼ったらちゃんとエアを抜く。型取るやつだからそんなに神経質にならなくてはいいと思うけど、でも型がずれてるとこの後の工程が大変になっちゃうからね、ちゃんとやっておきましょう。2層目貼っていきます。そしてさらに3枚目いきます。型としてちゃんと強度が欲しいから、今回は3層です。電話だよ。もしもし。はい。とんでもないです。ちょっと今手離せなくて30分ぐらい後でも大丈夫ですかね。すいません。じゃあ30分後お願いします。はい。はい、すいません。ファイバー3枚貼り終わりました。結構綺麗に貼れた。形状がのぺーっとした感じだったからすごく貼りやすかったです。グリルのここの折り込んでる部分も綺麗に貼れた。エアーも簡単に抜けてくれたし、ファイバーが浮き上がってくることもなかったし、すごく貼りやすい形状でした。そしたらファイバーが固まるまでしばらく放置しましょうか。赤外線で熱入れるとバンパー柔らかくなって形状崩れちゃうんで、熱入れない状態でこのまま固まるのを待ちたいと思います。はい、FRP 固まったんで剥がしていきます。養生テープ貼ったから割とすんなり外れてくれるはず。でもファイバーの厚みを持たせたから結構硬いな。いける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 。おお、取れた。はい、取れました。割と綺麗にできたかも。表面もね結構ツルツル。FRP 軽いね。こんだけの面積あってもこんな軽いんだ。
綺麗に剥がれました。養生テープ貼ってあったから全然くっついてなかったです。やっぱポリエチレンはくっつかないね。形はというとこんな感じ。綺麗に再現できてるね。裏面はこんな感じ。ツルツルです。テープの表面がツルツルだから FRP もツルツルで、養生テープを貼った時のシワ、それも再現されています。これ今縦縞が入ってると思うんですけど、これは養生テープのこの縦じわです。ここまできっちりと再現されてしまう。で、これ、メス型として使うんだったらこれまずいんですけど、今回これ型として使うというよりかは、補強用の骨みたいな感じで使うんで、この辺の模様は全然問題ないです。そしたら、このバリ、これがね、怪我しそうなんで、ここを端っこを落としてきれいにしていきます。ハサミで切れるかな？あ、ハサミでいける。そしたらこのパッチ当てて作った場所、これを外します。うわ、結構しっかりくっついてんだね。このバンパー側の方は完全に接着剤を切ってしまったので、円を切ったから今付き合わせ状態で1ミリぐらいの厚みでこう付き合わせ状態でくっついてるだけなんですけど、裏側も同じ状態ね。だけど全然外れないね。意外と接着強度あるんだね、やっぱメグミックス。結構しっかりくっついてるわ。外すのは大変だけどくっついてる安心感はあるから、まあいいね。あ、やっと外れてきた。あー、取れた。結構しっかりくっついてたな。メグミックス自体は心配ないぐらいの強度だ。はい、切り落としました。そしてついてたパテとかも全てきれいに剥がして作業前の状態に戻りました。思ったよりね、メグミックスくっつき良かったですよね。ちゃんとくっついてた。剥がすのが逆に大変だった。接着強度はね、問題ないです。自分で作業したやつをこうやってまた削ってやり直すってことなかなかないから、メグミックスの接着力が確かめられたから、今回意外といい成果が得られたかもしれない。こんだけしっかりくっついてれば安心して作業進められますもんね。で、外したやつがこちらです。一番パテがね、分厚く入ってそうなところを切ってみたんですけど、思ったよりパテ入ってなかった。5ミリから10ミリぐらいパテ入ってんじゃないかなと思ったけど、スケールを合わせてみると、3ミリ、3.5 ミリぐらいかな、パテの厚さ。で、その下にメグミックスがいるので、もうちょっとパテ入ってると思ってたけど、意外と薄かったです。バンパーパテの厚さが3ミリまでなので、もう限界値は超えてたんですけどね。パテを持ってた感覚としては、もっと入ってると思ってました。でも、厚み的にはもう限度値を超えてたから、今回外して作業のやり直しを選んで正解だったとは思います。そしたらまたこの穴の開いてる部分の作り直しからですね。次は FRP で作っていきます。またウレタンとかさ、柔らかいやつでやるとパテ持ってへこんでって同じことの繰り返しになっちゃうんで、次は FRP で、ここだけで作るとまたこのつなぎ目が大変になっちゃったりとか、柔らかいのと硬いのであんまり相性良くないかなと思うんで、 FRP を大きめに FRP で作って、この辺のウレタンの強度をもうちょっと持たせるような感じで、ここの穴の開いた部分を作っていきたいと思います。そしたらまた養生テープで貼っていきます。さっきかたどった FRP、 これの裏側にも養生テープを貼ります。
でこれをここにこうやってかぶせて、よいしょ、バイスプライヤーで固定しちゃいます。よいしょ。超ドデカクランプ、 C 型のやつ。これはここのフレームが邪魔になっちゃうから、これで固定する。固定するとこんな感じになります。この表側に作ったメス型、これとバンパーをしっかりと固定して、ここが隙間がないようにぴったりくっつけた状態で、ここに FRP を貼っていきます。まずは1枚目、続いて2枚目、続いて3枚目。これはちょっとでっかく。4枚目、4枚目、ラスト。よいしょよいしょ。固まるとこんな感じになります。熱かけると変形しちゃうんで、極力熱入れないようにゆっくりと3日間かけて硬化させました。表面はこんな感じです。これで今バンパーとフラット状態ですね。下の方もこういう感じ。これで FRP を剥がしていきます。どっかきっかけがあれば一気にいくと思うんだけど。よいしょ。よいしょ、取れた。おお、綺麗に型取れました。そしたらいらない部分切り落としちゃいます。トリミング終わりました。綺麗になった。バリ落として、この余白部分もちゃんと揃えて、でついでに足付けもしてっていう感じです。これをこの裏側から合わせると、お、いいね、ぴったり。裏面はこんな感じです。ここ削った部分、テープの糊が残ってたりとか、あとはみ出した FRP がついてたりしたから、一回ペーパー当てて落としました。でこれでこう合わせると、こっち側もピタッとピタッと、いいですね。これでこの作った形をバンパーにくっつけます。ちょうどこの耳の部分、この部分、ここに接着剤塗って、でバンパー側にここ余白作ってここをくっつけると、そういう感じですね。それじゃあダッシュしてFRP をくっつけていきます。接着に使っていくのはもちろんメグミックス。今回使っていくのこれです。メグミックスプラス、硬化時間がものすごく遅い。5分ぐらいかな。5分ぐらいは確か作業ができるぐらい、固まるのが遅いやつです。これを持って、バンパーと FRP をくっつけていきます。まずはバンパーの表側に補強用のカバーをかぶせてひっくり返す。そして FRP、 これにメグミックスをむにゅーっと。パネルボンドをつけるみたいな感じかな。アルミと鉄板が溶接できないように FRP とウレタンもくっつかないんですよ。
違う樹脂同士をくっつけるためにメグミックスを使います。ちょっと多く塗ってくっつけた時にむにゅっとはみ出してくるように、こんな感じに塗りました。ぐるーっと一周、下側もこんな感じで、ついでにバンパー側にもむにゅっと、 FRP 側にたっぷり塗ったから必要ないかもしれないけど、多い分にははみ出してきちゃうだけだから、足りないとね空気入っちゃって強度出なくなっちゃうから、ちょっと多めに隙間ができないようにちゃんと塗っておきます。よいしょ。ギュッとギュッとギュッと押さえつけて、ギュッと押さえつけて空気が入らないように。よいしょ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 。そして FRP 貼った時と同じですね。またクランプで固定します。接着翌日、がっちりと固まりました。はみ出してきた部分はこんな感じでむにゅーっと潰れた感じになってます。裏面はこんな感じです。空気とかも入らずに綺麗に接着することができました。で、はみ出てきた部分、こっちはちょっと出過ぎてたりとか、見た目が良くなかったんで、こう指でなびって表面を整えてあります。ちゃんとくっついてくれてるから簡単には剥がれてこないと思います。前回のねこのバンパー切り抜いてここだけやってた部分はどうしてもここのつなぎ目がねこう一番弱い場所というか力のかかる場所になっちゃうけど、今回ここ面で接着してるから外すのもね大変だと思います。次は外すの大変だと思う。ただぶつけても簡単に外れないと思うから、まあ FRP だからねこれ自体が割れてしまうっていうことはあると思うけど、まあでも結構厚み持たせたし強度的にもね今回はかなり強くできたと思います。そしたらあとはいつも通りパテですね。パテで形作っていきます。とりあえずこの FRP、テープのねこのしましまの模様とかが出ちゃってるから、これを一回削り落として、でこの辺のバンパーとの面もちゃんと合わせて、でパテっていう感じかな。多分この辺のしましま残したままパテ入れちゃうとこの形でパテ痩せてきちゃうから、極力こういうのが出ないように綺麗に研いでからパテつけてやっていきたいと思います。パテ持っていきます。だいぶ形はできたんですけど、まだちょっと歪みがあるな。この辺かな。ここか。もう一発パテ入れれば仕上がるかな。だいぶ形できてるんですけど、まだちょっと歪んでるんで、もう一回パテ入れます。
パテ研ぎ終了。長かった。前回の失敗から数えるともう何回パテつけたか分かんないけど、でも頑張った甲斐だけあって綺麗な面が出たと思います。今ツヤが引けててね分かりにくいですけど、サフェーサーを入れればどんな状態かが分かると思います。歪み抜くためにねパテの面積はちょっと広くなっちゃったんですけど、でも前回に比べるとパテの量少ないんですよね。前回はこの真ん中の部分だけで400持っても形が出なかった。で今回この面積で250ぐらいだったかな、そんなもんしかパテつけてないんで、やっぱやり直して正解でしたね。であとサフェーサー入れるだけなんですけど、この辺の細かいところも全部足付けしてサフェーサー入れれる状態にしてあります。ダクトのところとかライトの部分とか、パテを削ったペーパー目とかも細かくしたんで、あとは巣穴があるんですよね。巣穴がプツプツ開いてるからエバーコートで巣穴埋めしてサフェーサー入れていきましょうか。ここのモールのところマスキングするの忘れてたんで、マスキング先にやっちゃいます。ダッシュします。エバーコート、これを塗っていきます。はい、それではサフェーサー入れていきたいと思います。今回のサフェーサー、リアバンパー塗装した時と同じフレックス軟化剤ですね、これの入ったサフェーサーで塗装していきます。バンパー柔らかいからね、せっかくバンパー用のパテ使ってるからサフェーサーもバンパー用です。はい、それでは大変長らくお待たせいたしました。塗装の時間でございます。長かった板金が終わる嬉しい気持ちを込めて、それでは皆さんご一緒に塗装タイム行ってみよう。サフェーサー塗って5分、まだツヤのあるうちにちゃんと面が出ているかどうかチェック。面が出てないと蛍光灯がうねうねうねってなります。ちゃんと出てると蛍光灯がスーッと移動してくる。大丈夫そうだね。ちょっとここおかしい。エンブレムのところかな。
ここ確かねプラスチック素地が出てた部分だったんですよね。こんな感じになっちゃってますね。でもそこまでひどくない。研げば良くなるかな。他は大丈夫そうかな。いい感じじゃないですか。割れてた部分も綺麗に治ったね。ここパックリいってたけど、表側から見る分には割れてたかどうかわからなくなってます。ヘッドライトからフェンダーにつながるライン、ここもね結構うねうねしてたんですけど、綺麗に収まったかな。大丈夫そうだね。いい感じになったんではないでしょうか。塗装翌日、サフェーサー乾いたんで乗っけてみます。できた。かっこよ。まだ車高が高いからなんか違和感あるけど、このルックスで車高を落とせば超かっこよくなりそう。ノーズこんな感じ。すっきりしたね。割と綺麗にできたんじゃないかな。正面から見るとこう、ヘッドライトとフェンダーの取り付け部分、この辺も歪み修正したからね、元よりはだいぶ良くなってるはず。今ねまだネジで固定してないから仮固定なんですけど、それでもこのチリの合い具合バッチリじゃないですか。あとはネジでちょっと引っ張ったとかすれば全然調整できるレベルだと思う。ボンネットとの隙間もちょっと今開いちゃってるけど、これ本来このぐらいで固定されるはず。バンパーの自重で今下に引っ張られちゃってるからこんだけ開いちゃってるけど、取り付け自体は問題なさそうかな。やっぱりこの真ん中の部分やり直して正解でしたね。強度的にもだいぶ上がったと思うし、歪みもなく綺麗な面ができたし、頑張った甲斐だけありました。ただ問題は FRP で作ったから、さすがにこのど真ん中ぶつけたりすると FRP が割れてバキバキになる可能性はあるけど、それぐらいかな。普通に乗ってる分にはそんな割れたりとか変な感じにはなったりしないと思います。これでようやく全ての部品が板金終わりました。サフェーサーまで入れ終わった。あとは塗装していくだけ。どうにか4月中に塗装終われるかな。あんまり塗るのが遅くなると虫とかがつきやすくなっちゃうから、できるだけ、虫が飛ぶ前に塗装をやりたかったんですけど、このバンパーでだいぶ時間かかってしまったから。でもどうにか塗装までいけますね。とりあえず次は色ですね。皆さんが気になってるこの車の色、調色してで塗装っていう形で今後進めていきたいと思います。この車が何色になるのか見逃さないようにぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後のご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。